皆さんどうもこんにちは。ずんだもんなのだ。ジークワクスの放送も始まってガンダムが勢いづいている今、ぜひともご紹介したいカードゲームがあるのだ。そんなわけで今回はガンダムカードゲームの解説をしていこうと思うのだ。解説することが多いので早速いくのだ。まずはこのゲームの基本システムについて解説するのだ。有名どころのゲームと合わせて例えると、シャドバの体力をデュエマみたいなシールド製にした感じなのだ。1ターンに1ずつ自動で伸びていくリソースと呼ばれるコストを使ってユニットと呼ばれるフォロワーやクリーチャーのようなカードを出して、対戦相手のシールドを全て破壊してダイレクトアタックを決めれば勝利なのだ。全てのカードに共通して左上にレベルとコストというものが書いてあるのだ。レベルとコストは1ターンに1枚ずつ増えるリソースを参照しているのだ。レベルはリソースの枚数がレベル以下の場合、そのカードをプレイすることができるのだ。コストは表記されている数字の分リソースを横向きにすればプレイすることができるということなのだ。もし全部のリソースが4枚しかない状態であれば、このガンダムをプレイした後にレベル3コスト2のシャーザクをプレイすることはできないけど、レベル2コスト1のジムはプレイすることができるのだ。一度レストにしたリソースは特別な効果であったり、自分のターンの開始時にしか縦向きに戻ることができないので注意なのだ。それでは次にカードの種類について説明するのだ。ガンダムカードゲームにはユニット、コマンド、エース、パイロットの4種類のカードが存在するのだ。まずはさっきもちらっと名前を出したユニットカードなのだ。ユニットカードは原作ガンダムの世界におけるモビルスーツやモビルアーマーがメインの MTG やデュエマにおけるクリーチャー、シャドバにおけるフォロワーみたいなものなのだ。少し重複した解説になってしまうけれど、ユニットカード同士を戦わせたり対戦相手を攻撃させることによって勝敗を決する重要なカードタイプなのだ。次にスタッツの解説。右下に AP と HP が書かれているのだ。 AP は相手にダメージを与える量、つまり攻撃力。 HP は体力のことなのだ。ユニットカードは自分をレスト状態にすることによって対戦相手や対戦相手のユニットを攻撃することができるのだ。ただし注意点が2つあって、相手のユニットカードを攻撃する際にはレスト状態になっているユニットしか攻撃することができないので注意なのだ。もう一つはユニットカードはプレイした直後に攻撃をすることはできないのだ。いわゆる召喚酔いというやつなのだ。以上の注意点を把握してもらったら、次はユニット同士の戦闘のダメージ計算について解説するのだ。まずはこのガンダムからシャーザクを攻撃した時の例で説明するのだ。まずはお互いの AP と HP を見てほしいのだ。ガンダムの AP は 3、HP は4、シャーザクの AP は3、HP は2なのだ。ガンダムカードゲームはこの場合、お互いがダメージを与え合うルールとなっているのだ。つまりシャーザクに3点ダメージ、ガンダムにも3点ダメージが入るのだ。ガンダムは HP が4なので生き残り、シャーザクの HP は2なので一方的に撃破となるのだ。これでガンダムは場に残って、シャーザクはトラスという他のゲームでいう墓地のようなところに送られるのだけど、このゲームのダメージはターンをまたいだりしても消えることがないのだ。この後に AP1 のボールに攻撃されるとガンダムは倒されてしまうのだ。ここがガンダムカードゲームの面白いところなのだ。 AP と HP の価値はかなり絶妙になるように作られているのだ。AP と HP の左側にはユニットの特徴とリンク条件が書かれている欄があるのだ。特徴欄はその特徴が入っている
によって条件を満たして強化されたりする要素があるけど、それ単体では意味はないのだ。リンク条件についてはパイロットの説明の際に詳しく解説するのだ。今の段階では条件に合わせたパイロットを乗せると強いとでも覚えておけばよいのだ。特徴欄の左上には宇宙等と入った地形適正の欄があるのだけど、まだこの欄を参照するようなルールや効果はベータバージョンの時点では実装されていないのだ。次はパイロットの解説をするのだ。パイロットはその名の通り、原作上のパイロットがそのままカードになっているのだ。ゲーム的な効果としては、ユニットに対して装備する装備品のような扱いだと思えばよいのだ。このアムロレイのカードの右下を見てもらうと、タスにタス1と書かれているのだ。これはユニットにセットすると AT タスに HT タス1するという意味なのだ。名前の下にはそのパイロットの有する特徴が書かれているのだ。リンクと密接に関わる部分なのでまとめて説明してしまうのだ。ガンダムカードゲームで特徴的なのはユニットの解説でちょっと話したリンクというシステムなのだ。リンクはユニットの左下に書いてあるリンク条件を満たしたパイロットをセットすることでユニットをリンクユニットにすることができるのだ。リンク条件とはユニットの方に名前が書かれているならその名前のパイロット、特徴が書いてある場合はその特徴を有しているパイロットをセットすればリンクユニットになれるのだ。ユニットの注意点を説明した時にユニットはプレイされてすぐは攻撃できないといったのを覚えているのだ。リンクユニットになったユニットはプレイされたターンであってもすぐに攻撃することができるのだ。リンク条件を満たしているパイロットをセットする行為が他のゲームで例えるとユエマのスピードアタッカー MTG の速攻をユニットに付与していると思えばよいのだ。さらにユニットには時々セット時やリンク時という効果の発動条件が書いてあったりするのだ。セット時の場合は誰でもいいのでパイロットをセットしてあれば効果が有効になるのだ。リンク時の場合はリンク条件を満たしたパイロットをセットしていてユニットがリンクユニットとなっているならば効果を有効にできるのだ。次にコマンドを説明するのだ。コマンドは原作上の作戦や戦略、戦術を表現したものが多くゲーム的にはいわゆる魔法カードのようなものなのだ。一度使うとテキストの効果を発揮してトラッシュに送ることになるのだ。特徴的なこととして今のテコロアクションという発動タイミングを持った唯一のカード種になるのだ。アクションという発動タイミングを持ったコマンドはこれもまた後々説明するのだけれどアクションタイミングというタイミングでそのカードを使うことができるのだ。軽くだけ説明しておくと使い方によっては敵のターンに介入したりすることもできるいわゆるコンバットトリックとして使用することもできるのだ。さらに一部のコマンドは下の方に名前と補正が記載されているパイロットとして利用できるものもあるのだ。普段はコマンドカードとして使いユニットの AP と HP に補正を入れたくなったらパイロットとして使うといった柔軟な使い方ができるのだ。最後にベースカードの解説になるのだけど先にこのゲームのシールドエリアについて説明するのだ。ガンダムカードゲームのゲーム開始時にはデッキから6枚のシールドと1枚の EX ベースというものが与えられるのだ。 EX ベースは HP が3ある無料のボーナスベースなのだ。これもベースカードなのだ。シールドカードは HP が1なので簡単に破壊されてしまうのだ。そしてこのガンダムカードゲームの特色としてシールドは破壊されると特別なことがない限りはトラッシュ送りになってしまうのだ。デュエルマスターズや FE サイファ等と違ってシールドが破壊されたら無条件に自殺が増えるわけではないのだ。それを防いでくれるのがベースカード。 HP が高いシールドカードでさらにプレイした際に発動する効果や
起動効果を持ち合わせているものがほとんどなのだ。そして今のところ実装されている全てのベースカードはプレイして場に出た時にシールドエリアのカードを1枚1冊に加える効果を持っているのだ。手札が増えるわけではないけど、守りを固めて効果を発動したり起動効果を発動する準備をしながら捨てられてしまうかもしれないカードを手札に加えることができるのだ。あとは一応リソースカードがあるのだ。リソースカードは公式からいろんなデザインのものがイベント配布されたりしているのだ。10枚組のリソースデッキをゲーム開始前に用意する必要があるので事前に用意しておこうね。ここからはスタートからターンの流れを説明していくのだ。まずこのゲームを始めるのに必要なものは50枚のカードからなるデッキと10枚のリソースカードからなるリソースデッキ、あとはもしあったらトークン類とサイコロ等の蓄積されているダメージを記録しておける計算できる道具があると良いのだ。もう一つ、高校のプレイヤーには EX リソースという高校の補填分があるのだ。 EX リソースはレベルにも含まれる一度レストにしたら消滅してしまう使い捨てのリソースなのだ。この EX リソースの存在によってかなりガンダムカードゲームの先行後攻間のバランスは良いものとなっているのだ。それではいよいよゲーム開始から解説していくのだ。まずはお互いのデッキをシャッフルして初期手札を5枚用意して、さらに EX ベースをベースエリアにセットするのだ。お互いに5枚用意できたのを確認できたらじゃんけんやダイスなど好きな方法で先行後攻を決めるのだ。好きな決め方で決めていいというのは正式にルールで定められていることなのだ。先行後攻が決まったら後攻側は EX リソースをリソースエリアに置き、お互いに手札をチェックするのだ。ここでもし手札が気に入らなかった場合、一度だけ引き直しすることができるのだ。ただ他のゲームと少しマリガンのやり方が異なるので解説しておくのだ。まずはマリガンする前の手札をデッキの一番後ろに送り、その後にシャッフルせずにデッキの一番上から5枚用意するのだ。つまり初期手札にあったカードは絶対手札に来ないのだ。ここはマリガンするかどうかの基準にも関わるので気をつけてほしいのだ。そしてマリガンをしなかった人はそのままシャッフルせずにシールドエリアにシールドをデッキの上から6枚裏向きで置くのだ。マリガンした人はデッキをシャッフルしてからデッキの上からシールドエリアにカードを6枚裏向きで置くのだ。これでゲームスタートの準備は完了なのだ。ここからはターンの流れを解説するのだ。まずはスタートフェーズが始まるのだ。レストしているカードをアクティブ状態に戻すフェーズなのだ。次にドローフェーズになるのだ。これは文字通りカードを1枚ドローするターンだね。ちなみにガンダムカードゲームは先行ドローがあるのだ。これも少し珍しい気がするのだ。次にリソースフェーズ。このフェーズでリソースデッキからリソースエリアに1枚リソースカードを置くのだ。そしてここが一番の肝、メインフェーズなのだ。というより今まで解説したスタート、ドロー、リソースフェーズが簡潔すぎるのだ。つまりガンダムカードゲームのほとんど全てがこのメインフェーズに集約されているのだ。メインフェーズでできることは手札のプレイ起動効果の起動、ユニットのアタックなのだ。それらを好きな順番でできる限り好きなだけ行うことができるのだ。好きな順番でというのが少し珍しいかもしれないのだ。手札をプレイするより前に攻撃して手札をプレイしてからまた攻撃してといったことができるのだ。メインフェーズではユニットでアタックできるというのは話した通りなのだけど、ユニットでアタックした際にはいくつかのステップが発生するのだ。まずはアタック宣言をした場合アタックステップが始まるのだ。アタックしたいユニットをレスト状態にしてアタックしたい対象を宣言するのだ。この次にブロックステップ。ブ
ブロッカーという効果を持ったユニットを攻撃された対象がブロックできる状態でバトルエリアに所持している場合、そのユニットをレスト状態にして攻撃先をそのユニットに変更させることができるのだ。ここからさっき少し説明したアクションステップになるのだ。アクションステップは防御側からアクションと書かれた発動タイミングを持ったコマンドカードを使うことができるのだ。防御側が使うコマンドを決定したり、使わないことを選択した後に攻撃側に権利が移るのだ。この一連の流れを双方が何もしない、つまりパスを選択したらアクションフェーズは終わりになるのだ。ちなみにガンダムカードゲームでは遊戯王や MTG のような効果の逆順処理などはどうやら発生しないようなのだ。つまりアクションステップにコマンドを使った場合、即座に発動した上で次のプレイヤーに優先権が渡るだけなのだ。相手のアクションに対応して何かをしてそれを防ぐといったことはできないので注意が必要なのだ。アクションステップが終わるとダメージステップなのだ。ダメージステップは攻撃対象がユニットやベースカードだった場合はダメージの交換が行われるのだ。対象がシールドだった場合は1ダメージ以上与えられる場合はそのシールドを破壊するのだ。通常の場合は破壊されたシールドは表向きにした後にトラスされるのだ。ただしそこにも例外があるのだ。一部のカードにはバーストという起動タイミングが書いてあることがあるのだ。バーストはいわゆるシールドトリガーのようなもので、破壊されたシールドのカードがバーストを持っていた場合は即座にそのバーストの横に書かれた効果を起動するのだ。このように他のシールド製のゲームほどではないけれど、一応相手のシールドを破壊することにもちゃんとリスクはあるのだ。ダメージステップが終わるとバトル終了フェーズに入って、このバトル中などの表記の効果が終了しバトルも終了するのだ。最後にエンドフェーズなのだ。エンドフェーズは手番プレイヤーがメインフェーズの終了を宣言すれば始まるのだ。エンドフェーズが始まった直後にまずはアクションステップが挟まるのだ。このアクションステップで視察に戻されてしまったユニットなどはメインフェーズがもう終わっているのでそのターン中に再展開はできないので、メインフェーズ中のアクションステップと少し違いがあるのだ。なるべく自分に有利なタイミングでアクションをしていけるようにしたいのだ。その後ターン終了時に発動する効果を全て解決してターン終了までの効果が終了するのだ。最後にガンダムカードゲームの手札の上限は10枚までなのだ。手札が11枚以上あった場合、このタイミングで手札が10枚になるまでトラッシュに捨てることになるのだ。以上を済ませたらターンを相手に渡して自分のターンは終了ということになるのだ。このようにターンを繰り返してどちらかが敗北条件を満たすまでゲームを続けていくのだ。敗北条件はまずシールドやベースカードがない時に攻撃を受けることが一つ、もう一つはデッキが0枚になってしまったタイミングなのだ。これらの敗北条件は満たした直後に即座に敗北になるのだ。ここまで駆け足で解説してきてしまったけれど、以上がガンダムカードゲームの基礎編の解説になるのだ。投稿者はこの動画が初めての動画投稿なので分かりにくいところがあったらご指摘いただいたりしたいのだ。とりあえずはこの次にデッキ作りに焦点を当てた応用編と勝つために必要な持論を語る上級編を作って、それらの反応が良ければ対戦動画も上げていこうと思っているのだ。グローバルなプレイヤーコミュニティとのつながりもあるので、海外のプレイヤー視点なども含めての解説もしていこうと思っているのだ。
実はこの動画を編集中に公式からティーチングアプリの発表がされてしまったので、動画の意義が問われているのは内緒なのだ。これからもガンダムカードゲームに関する情報発信や動画投稿をしていこうと思っているので、もしよければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますのだ。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。